今回紹介させていただくのはマイキータのレスリムになります。縁なしメガネとも呼ばれるリムレスであれば聞きなじみがあるかと思いますが、マイキータが手掛ける名作の名前はリムレスではなくレスリムです。言葉の意味で考えてみると、世間一般に知られるリムレスはリムを設備後のレスが打ち消してリムがない、その通りのデザインかと思います。ではレスリムを訳そうとするならば、それはより少ないリムになります。完全な造語のためなかなかニュアンスが難しいですが、リムの存在は打ち消されていないのでリムがないというわけではありません。しかしほとんどない、これこそがマイキータが手掛ける唯一無二のフレームタイプレスリムの魅力です。まずこのレスリムが登場する以前のリムレスフレームについて簡単に紹介すると、リムレスフレームはレンズの右端と左端に穴を開け直接固定するようなデザインになります。その魅力としてフレームがない分だけ物理的に軽く、そしてメガネらしい存在感が薄く、視界が開けるなどの特徴が挙げられますが、一方でそのメリットの裏返しともいえるデメリットがあります。それが耐久性です。パッと見でもイメージできますが、レンズがむき出しであるため構造的にも縁があるメガネより当然壊れやすくなります。そしてもう一つが緩みやすい点。レンズに直接ブリッジやテンプルをネジで固定する構造のため、一般的なメガネよりも緩みやすく、自分で締めるにはネジ山を壊しそうだったり、レンズを傷つけそうだったりで少し怖い、そんな煩わしさがあります。しかしそういったリムレスのデメリットを解消するだけにとどまらず、メリットにもさらに一段階磨きをかけたのがこちらのレスリムになります。正面から見るとほとんどリムレスのフレームにしか見えないのですが、レスリムはレンズ自体に溝を掘り、その溝に極細のリムを入れ込むことで実現しているデザインになっていて、極細ながらレンズをしっかりと囲ったリムはメガネの強度を大きく向上させています。またリムレスのモデルはブリッジやテンプルを直接レンズとつなぐにあたり、どうしてもレンズの中にそれらのパーツが干渉してきます。つまりリムレスのデザインにおいてレンズに穴が開くということは避けられないのです。しかしレスリムはほぼ視認できないほどに細いリムでありながら、その他のフルリムのメガネと同じ構造でレンズを固定するため、結果リムレスのようなビジュアルとネジ穴のないビジュアルが共存していて、これは構造を知れば知るほどありえない話なわけです。つまりこれはメガネフレームにおける発明であり面白い、これがレスリムが名作であるゆえんなのですが、マイキータといえばもう一つ欠かすことのできない発明があります。それが特許も取得しているこのスパイラルヒンジです。最先端のテクノロジーを用いてステンレススチールを1枚の超薄型シートに引き伸ばし、レーザーカッターで切り取りエッチングを施す。そしてそこに職人の手を加え、折り紙のようにテンプルの先をスパイラル状に折り曲げ立体化する。こうしてネジを使わずフロントとテンプルを渦巻き状のヒンジで連結することで、独特のスムーズな開閉機能に加え、かける人に合わせた細かな調整を可能としています。通常のアイウェアはテンプル、ブリッジ、パッド、リムなど様々な部品を様々な素材で作り上げ、ネジやハンダで接合して完成させますが、マイキータのメタルフレームはこの構造によって圧倒的な軽量化と丈夫さを実現し、さらにずれにくくもあるため疲れづらいフレームに仕上がっています。マイキータのデザインモットーでもある構造的問題も美しいディテールに昇華するを体現するディテールで、バウハウスデザインの精神に裏打ちされた形状は機能に従い機能的なデザインこそ美しいというアプローチが実に素敵です。またそのマイキータのプロダクトに対する圧倒的な向き合いの中で、創業からずっとタッグを組んでいるのがサイスレンズになります。マイキータショップにはサイスレンズの検査機器があり、0.01 刻みの精度で視力を測れるといい、それで調整されたサイスレンズをつけたマイキータはファッションアイテムとしても視力の矯正器具としても最高の代物だと言います。ぜひまた調べてみてください。そんなところでマイキータのレスリムの紹介でございました。ご視聴くださり誠にありがとうございました。